はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回はラブメッセージということで、今気になる方がいるとか、好きな方とかパートナーとか恋愛とか人間関係において特化した内容でお届けしたいと思います。お願いします。もし今どなたもいらっしゃらなくて新しい出会いを求めているよという方には、5月末までの出会い運として最後に見ますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。では早速いきます。お願いします。まずパートナーがいらっしゃる方から、パートナーというか気になる方がいらっしゃる方との関係性にいますね。そしてもちろん皆さんそれぞれの状況に合わせて関係性が変わるのが当たり前なんですけれども、共通して何か誘いの皆さんに共通して参考にしていただける部分があればと思って見てますので、全然違うわという方は全然スルーしてくださいね。そして参考にできるとこだけ参考にしていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっと無言にならせてください。そうですね。今どなたのことを思い浮かべて見てくださってるかにもねよって違うかもしれませんが、でも非常に今感じているのは、この誰かとの関係性って言った時に、その人の温かさとか嬉しさとかそういったものじゃなくて、なんかもっとこういう風に自分が立ち振る舞わなければならないんだとか、もっと相手はこうしてくれるべきだみたいな感じで頭でいろんなことを考えてるなって感じがすごくするんです。キーカードってなってるのがやっぱりソードのキングの逆なんですね。でソードのキングっていうのは本当はもっと真正面からぶつかっていきたいとか、ちゃんと思ってることをそのまま伝えたいって思うんだけど、なんかこれを伝えたところで喧嘩になったら嫌だなとか、きつく思われたら嫌だなっていうことで、なんかそれにちょっとベールをかぶせてなんとなくうやむやにしている感じ。でもうやむやにしてたとしても自分の中でその感覚っていうのが消えてるわけではないので、なんとなく頭の中で本当はこれを言いたい、いやでもこんなこと言っちゃいけないんだって書き消す。だけど消えずに、こうあるべきなんじゃないか、じゃあもっとこうしたらいいんじゃないかって言っていろいろ本当にごちゃごちゃ頭で考えてしまって、実際本当にこの人と関わる上での嬉しさとか喜びとか、はーって息が漏れるような嬉しさっていう、そういった感覚っていうのがなんか薄れてしまってるなって感じがするので、もう一回何かを解消しなければっていうようなエネルギーじゃなくて、やっぱり一緒にいることでありがたいなとか嬉しいなっていう感覚をぜひ思い出してほしいなっていうふうに思いました。だから大事な人だからこそ、もっとその人にとって有益な自分であらねばならないみたいにね思ってしまったりとかで、それを勝手に自分で責めたりとか、もっともっとちゃんとしようよみたいな感じで責めたりとかっていうのがあるかもしれないんですけど、今カードから伝えられてるメッセージっていうのは、いやいやもっと柔らかくていいんですよみたいなね、もっと素直な感覚でいいんだよっていうふうに言われてると思いました。やっぱりここでソードの5の逆とかね、カップのページの逆とかも出てるので、非常に疑い深くなってるし、自分に対しても疑ってるし、他者に対しても疑ってるのかなって感じが出てます。そしてなんか特に相手の方がですね、今このさそり座の皆さんとの関係という、この人との関係っていうところではなく、なんか人生全般においてのステップアップをしていきたいみたいな感じがあって、ここで忍者とかね、あとペンタクスの9というカードが出てるんですけど、なんか自分の人生を本当に正しい方向に修正したいんだみたいな感じがあるんですね。でそのためには今これをやらなくちゃいけない、今例えば資格試験の勉強をしなくちゃいけないとか、何か今このチャンスをつかまなくちゃいけないんだみたいな、そっちに対しての期待とか未来に対しての期待像が強いなっていう感じがすごくするんですね。なので今目の前にあるその人との関係性、誘い座さんとの関係性っていうところにおいてはもちろんなくしたくはないんだけど、でももしあまりごちゃごちゃ言われたりとか、もっとこうしてみたいなことを言われると今そこにエネルギー出せないからどうしようもないみたいな感じがあります。で今自分はもうこれ以上できないんですみたいな、ちょっとお手上げ状態みたいな感じがあるんですね。そしてそれに対してでも誘いさんは非常にまた理解をそれをまた理解しようとして、自分なりにちゃんと納得して
次の一歩を進めていこうみたいな感じがありますね。本当にだから忍耐強いなっていう感じがあります。なのでできることとして言うならば、やっぱりこの相手の人の人生設計みたいなものを聞いてあげたりとか、きっとうまくいくんじゃないみたいな、そうやってサポートをする方がいいのかなっていう感じがしましたね。ついつい心配して何か小言みたいなことを言ってしまいたくなるかもしれないけど、そういうのはできるだけ控えていくのがいいかなと思います。すごくこの相手の人がね、そうやってすごい未来を見てるからこそ、本当は自分にとってこの道がいいんだとか、こうしたいんだっていうのをもっともっと膨らましていきたいんだけど、でもやっぱり人間ですから、どこかちょっとした不安とかあるじゃないですか。でそういった不安とかを、できたら聞いてほしいみたいな感じなんですよね。だから自分に何かを期待するんじゃなくて、自分の愚痴を聞いてほしいみたいな感じだなって思いました。でも里井田さんはそれを受け止めるキャパがあるっていう感じがあって、分かったよって、じゃあそれ今はそうしようかみたいな、すごいどっしりと受け止めて、そして結果的には非常にいい関係性、この絆っていうものを作っていってるなっていう感じです。ちょっともう少し深掘りしてみましょうか。ありますよね、人ってやっぱりちょっと今恋愛モードじゃないんですとかね。でもやっぱり里井さんのことは好きなんですね。とっても好きですね。そして里井さんももっと親密になりたいっていう感じすごいあるので、やっぱり表面的にはちょっとガサガサしてたとしてもね、思考の部分でガチャガチャしてたとしても、深いところでやっぱりお互い愛し合ってるなって感じがすごいします。お互いにいいと思ってる、この人のことを。だからさっき言った思考とかそういうところじゃなくて、もっと深いところでの感覚っていうのを思い出せば、やっぱりこの人のこと好きだなとか、やっぱりこの人を応援したいなみたいな、そういった温かなものっていうのはあるなって思いますよ。なので表面的な思考にとらわれないようにしてくださいね。ちょっとこれからの可能性だけ見てみようかな。はい。ソードの9とあとワールドっていうのが出てるので、自分がやっぱり心配しすぎないことさえ注意してもらえれば、世界は開かれるよっていうふうに思いました。自分でその世界を作っていけるんだよって、今自分いるこの世界が自分にとってベストなんだよっていうのを言ってくれてる気がしますね。伝わりましたでしょうか伝わったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。ちょっとじゃあここまでにして、新しい出会いがあるかどうかっていうのを見てみますね。また5月の末にはね、流れ変わってきますから、ちょっと5月末までの流れということで満たしてくださいね。はい。全体の流れですけれども、やはり4月のね、今ってね、ちょうど金星とか社交性の表す金星とか水星も逆行してますので、混乱とか勘違い起きやすいんですけれども、4月の7日以降、水星は順行に戻ったり、そして4月16日以降また水星はね、お羊座に入ってくるので、はっきりと言いたくなるとか、はっきりダイレクトに考えを伝えられるっていうのもあれば、また4月18日から火星もね、獅子座に入ってくるということで、ちょっと社会的には忙しくなるかもしれませんが、社会が華やかっていう見方もありますし、そうね。そしてやはり4月の後半、20日過ぎぐらいからパートナー運っていうのが非常に良くなるので、さそり座さんはだから全体的に見ても4月の後半ぐらいから非常に盛り上がるなっていう感じがあります。なので今のうちに3月とか4月のうちに自分を整えて、そして4月後半からは誰かとの関係を楽しむっていう風にしてもらうと、すごくスムーズかなと思いますよ。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。さっきね、見えてたのも太陽だったのでね、デビルの逆、ワンド7、ソード10逆、ペンタクス5、ペンタクスの2、ソード9、そしてペンタクスのクイーンですね。気をつけることで対策が、ペンタクスの3とソード6逆と、オラクルはソードのエースです。いいですね。恐れって誰でもありますよね。何かに挑戦する時っていうのは必ず怖い、リスクもあるし怖いけど、自分のためになるとか、そのために
なんか自分を信じてやるみたいな風にするともう必ずその道っていうのは開かれていくわけですけど、今言われているのはやはりもし出会いを求めるならその自分に対しての恐怖、もし嫌われたらどうしようとか変な人だと思われたらどうしようとか、なんかそういった恐怖を超えて自分でその真実っていうのかな、自分の中の本当の真実の出会いっていうものを求めることを信じて行ってくださいっていうふうに言われていると思いました。なんだか今はねちょっとね傷ついてるみたいな感じがあって、なんか疲れたみたいな感じかな。まあもうそういったごちゃごちゃした思考はやめようとか、こう自分のコンプレックスっていうものをもう手放して今の自分でやっていきたいんだっていう思いもあると思うんですね。でそれ素晴らしいと思うんです。でもなんかこう本当のさそり座さんの価値っていうものをまだまだなんか自分では疑っている感じがしますね。まだなんかちょっと表面的なものだけにとらわれてるかもしれないです。自分はもっと綺麗じゃなきゃいけないとか、自分はもっと若くなきゃいけないとか、なんかそんなことを思って本当の自分の価値っていうものを見失ってませんかみたいな感じがしました。自分で見えてない、本当の価値っていうのも自分で見えてないっていうのもあり、なんか自分だからダメなんだみたいな、なんかそんな感覚があるんですけど、でもそれはもう過去のことであって、過去の出来事を通して自分っていうものを勝手に低く査定したけれども、宇宙のエネルギー的にはそんなこと全くないんですよみたいな感じで言われていて、そしてそのしがらみとか、なんか自分に対しての否定的な思いっていうものをようやく手放して、じゃあ進んでみようかっていう感じになってくるんですね。ここでやっぱりユニティというカードが出ていて、可能性を見てみようかなっていう感じになってくると思うんです。そして今までとは違うタイプの人と関わっていったり、全然そんな対象じゃないんだけど、まあいいや楽しいから遊んどこうかみたいな感じかもしれないし、なんだかそういう今までじゃない自分とは全然違うタイプの人とこう引き合ったりとか関係してくるということがあるのかなと思います。でそれによって新しい自分というものが発見されるようで、今までだったらなんか好きな人の言いなりになってしまうみたいなところがあったのが、自分らしさっていうものを保ったまま関わっていくことができるっていう感じで出てるんですよね。でもじゃあ感情がそこに乗ってきましたとか、ちょっと気持ち入ってきましたよってなったらまた急に怖くなったりして、ダメだ、なんか前のこと思い出しちゃうみたいなことになるかもしれないんですけど、でも確実にこの5月末までの間っていうのは可能性が膨らんでいってる時だっていうふうに思っておいてください。可能性が膨らんでる、ここでもゲインっていうのがあってね、どんな可能性を広げたいですかっていう感じなんです。でその可能性を広げるっていうのは勝手に自然に流れていくみたいな、こう状況的に勝手に良くなっていくっていうものではないらしいんですよ。自分の内側から湧き上がってくるもので、その内側から湧き上がってくる感覚とか感情を自分で膨らませるんですって。なんか勝手に流れていくって感じじゃないのでね。だからここでなんかちょっと自分とは全く違う人と、今までとは違う人と関わったりとか、新しい感覚だなこの人はみたいな人と出会ったりとか、そういうのあるんですけど、その中でとか思いながらも、そういう見解もありかなとか、そういうものに対して、そういう人に対して自分はどんな風に反応するのかなみたいなことを客観的に見ていくことによって、どんどん自分の素晴らしさや許容の広さや人間味というかね、そういうものが溢れてくるよっていうふうに言われてるんです。で最終結果がやっぱりペンタクスのクイーンというのは非常に母性あふれる豊かな女性なんですね。これ男性でもそうですよ。男性でも非常になんか母性あふれるというか、温かい落ち着いた人っていう感じがあるので、そういう関係になっていける、そういう自分になっていけるっていうことだと思うんですね。だから最初の一歩が非常に大事です。最初の一歩、ちょっともう嫌だけど行ってみようみたいな、なんか登録してみようとか、なんかそんな感じかもしれませんね。ぜひ頑張ってください。そしてちょっと最後にもう一枚オラクルカードをちょっと見てみましょうか。はい、オラクルカードね。はい、さそり座さんは、はい、このカードが出ました。もし何かしら感じることがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。ぜひオープンマインドでいてくださいっていう感じですね。やっぱり今までとは違う感覚の人と出会う可能性があるかもしれませんので、いやこの人は違うのよ、こういうタイプのは嫌なのよって言わずに、なんかいろんな可能性が開かれてるんだって思ってみてください。そうすることで何かね生まれてくる
ソウルメイトみたいな人が出てくるかもしれませんね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら参考になったよって方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。またすぐに次は4月の、動画をアップしていきますのでよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。